掃除しちゃいますね。おお、オッケーオッケー。薄いほぼ味がない。これちょっとまだ濡れてるな。これあかんわ。じゃあいただきます。もういつものね、いつもすぎるパンですけど、やっぱこのパンはね、いつ食べても美味しすぎますね。本当に素晴らしい。で、この時間でちょっと皆さんにお休みしちゃった理由をですね、お話ししたいんですけど、大きく2つありまして、1つ目がもう単純にキャパオーバーになってしまったっていうのと、2つ目が、完璧主義が行き過ぎてしまったっていうところですね。1つ目の、キャパオーバーになってしまったっていうのはもう単純にちょっと許容量を超えてしまったっていうことなんですけど、YouTube って自分にとっては、仕事っていう感覚はないんですけど、でも趣味とも言えないというか、なんか自分の中で何とも定義しづらい位置づけに今あるんですけど、本業とその YouTube に取り組む時間がほとんどになってしまって、ゲームする時間がもう全然なくなっちゃったりとか、あと、睡眠時間もちょっと短くなっちゃったりとかっていうので、どんどんちょっと心の余裕がなくなってしまって、でかつ肉体的にも、疲労がどんどん溜まっていってっていうところで、次の動画をなかなか撮ることができなくなってしまったっていうのと、2つ目の、完璧主義が行き過ぎてしまったっていうことなんですけど、どうですかね、動画で伝わってるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ僕完璧主義なんですよ。でそれがいい面ももちろんあるとは思うんですけど、悪さしてしまうことがかなり多くてですね。で今回も、悪さをしてしまったんですけど、一番大きいのはちょっと皆さんに楽しさをなんか届ける自信がなくなっちゃったっていうことなんですよね。僕見ていただいている視聴者の皆さんに楽しい気持ちになってもらいたいっていう気持ちがもうめちゃくちゃ強くあるんですよね。もうなんか口角がもう2ミリでもいいから、もうクイッと上がるぐらいでもいいから、なんか笑っていただきたかったりとか、楽しんでいただきたいなっていう気持ちで動画を撮ってるんですけど、なんか勝手に自分の中のハードルをどんどん上げていってしまって、いやこれだったら楽しんでもらえないかなとか、笑ってもらえないのかなとかっていう風に、なんかそういう風な思考にどんどんなっていって、なんか
いや楽しい動画撮れへんなっていう感じになっちゃって、でそういう意味でも動画を撮れなくなってしまって、そんなことがあったわけなんですけれども、2週間お休みをいただいたことによって、肉体的にも精神的にもほぼほぼ回復することができました。間を空けちゃったんですけど、この動画を見てくださっている視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。で、ここからはまた週1回のペースで動画投稿していこうと思うんですけど、ちょっと前回までのね、30分近い長尺動画っていうのは、ちょっとなかなか今の自分にとっては負担が大きいので、15分から20分ぐらいの動画をお届けしていこうかなと思っております。で、いろいろ事情が重なって忙しすぎたりするときは、10分ちょっとぐらいの動画になっちゃうこともあるかもしれないんですけど、でも楽しさとか、面白さとか、癒しとか、そんなことをね、お届けできる動画を、これからもお届けしていこうと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ掃除しちゃいますね。そういえばここにもともと靴を置いてたんですけど、料理シーンの時にどうしてもこの靴が気になっちゃってっていう視聴者さんがいらっしゃって、よく考えてみたら確かにそうやなと思ったんで、ちょっと僕はもう麻痺しちゃってたんですけど、なんでちょっとね、こっちに靴を移動させました。ここですね、この机の下に実は、この棚があったんで、ここに置いてます。はい、ということで掃除めちゃくちゃいい感じに完了しました。で、本当はもっといろいろなんていうんですか、大掃除したいところがあったんですけど、ちょっとね、動画長くなりすぎるぞ警報が発令してしまいましたので、またの機会にさせていただきます。で、今から、スーパー行って、食料品の買い出しとかしてこようかなと思います。では行ってきます。
じゃあ料理やっていきましょうか。どうやらですね、自動調理鍋を先に温めとくみたいなので、それをやっちゃいましょうか。じゃあまずは炒め物に合わせて、かき混ぜパドルをオフにすると。で10分の温度が150度、これで、調理スタートと。これで中の釜をね温めるっていう感じです。おー、すごい、めっちゃ賢い。蓋がついてたからか。すげえいい商品やな。最高じゃないか。レシピやと短冊切りっていう切り方にしてって書いてあるんですけど、短冊切りが全く分かんないので、いつもの切り方でやってしまいます。でキャベツは、多分これ1個やとめちゃくちゃ多いと思うんで、半分でも多いかな。4分の1ぐらいに感じでしちゃおうかな。おー、すげえ。当たり前ですけどめちゃくちゃぎっしり詰まってんな。なんか自分で切るとこの断面見た時にちょっと感動するな。じゃああとはお肉を一口大にひたすら切っていきます。というかこれ今思ったんですけど、これ多分蓋開けた状態じゃないと調理できないんじゃないかな。でもこの状態で閉まれば。ダメだ、エラーになっちゃう。ちょっと炒め物は油跳ねが怖いのでやめます。で急遽ちょっと変更するんですけど、ティファールの公式レシピ見てたら洋風肉じゃがっていうメニューがあったんですよ。多分ポトフ的なものやと思うんですけど、ただコンソメがないんですが、今日買ってきたこの鶏ガラスープでいい感じになりそうな気がするので、これで作ってみようかな。そうしよう。よし、じゃあちょっと計画変更させていただきます。じゃあ野菜とお肉入れちゃいます。入れて、これまずいな。これまずいぞ。多分容量マックス余裕で超えとるぞ。で今から調味料入れていくんですけど、前の肉じゃがの失敗例があるので一回ね試しにレシピ通りの分量で作ってみようかなと思います。塩小さじ1/3分の1、コンソメ今回の場合は鶏ガラスープの素大さじ1、水が 240ml ですね。そしたら蓋を閉めて、圧力調理の肉じゃがで時間が5分でスタート。実は前にとある視聴者さんから私も圧力調理鍋使ってるんですけど、中身、規定量以上に入れて炊いた時にバンって爆発してキッチンがとんでもないことになったっていうコメントをいただいたことがあったんですよ。でちょっとね今回不安なんですけど、ティファールの底力を信じてみようと思いますじゃああとはゆっくりしながら待ちます。
セーフでしたね。よかったマジで。じゃあ開けていきましょうか。そういえばなんですけど、これも視聴者さんからコメントいただいたんですけど、圧力抜くときに雑巾とか上にかぶせてやると垂れないんじゃないっていうコメントもいただいてたんで、それも念のため試してみようと思います。じゃあこんな感じで大丈夫かな。じゃあいきます。めっちゃいい感じな気がする。漏れてない、音的に。オッケーオッケー。おー、すごい。漏れてない。やっぱりレシピ通りやるのが一番やわ。じゃあ早速開けていきますね。オープン。おー、いいですね。めっちゃ曇ってるな。なんか見た目めっちゃ質素な感じですけど、匂いはめちゃくちゃいいですね。よし、じゃあ、4食分に取り分けていこうと思います。じゃあ早速いただきます。薄いほぼ味がない。でもよかった。それを見越して塩コショウを持ってきてました。これかけたらうまいっしょ。OK。これならいい感じじゃないですかね。2回目のいただきます。はい。今回の動画、この時点ですでにめちゃくちゃ長くなってそうなので、ゲームプレイはちょっと差し控えさせていただきます。楽しみにしてくださってる視聴者さん、すいません。で、その代わりといったら何なんですが、ちょっと映画マイケルのことについてどうしてもちょっとだけお話ししたいなっていうのがあったんで、それを最後にさせていただきます。映画見に行ったきっかけって、これもとある視聴者さんのコメントで、すっごくおすすめですよっていうのがあったので見に行ったんですけど、その結果めちゃくちゃ良かったですね。マイケル・ジャクソンさんって、もちろん人間なので少なからずダークサイドの部分はあったと思うんですけど、でもそれ以上に、ライトサイドが、大きいというか、いい人間であろうとされていたんだろうなっていうのがすごく伝わってきて、なんかね、そこが自分的にはすごく刺さりました。マイケルの映画の予告編で世界に、その愛とか平和とか、希望とかを届けたいんだっていうものがあったと思うんですけど、あれって、マイケル自身の言葉ではなかったかもしれないんですけど、そういう気持ちがめちゃくちゃあった方だと思うんですよね。でしかもそれを体現されてたというか、でそれが僕はめちゃくちゃ刺さって、自分も本当にそういう存在で、ありたいし、ブレずに頑張っていきたいなっていうふうに思いました。おすすめしてくださった視聴者さん、本当にありがとうございます。というところで、今回の動画は、これで終わろうかなと思います。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。フォースとともにあらんことを。バイバーイ。